HDB は同時期に3つの2ダイナミックドライバーイヤホンをプロデュースしたんだけど、これは色々とまともな方だ。色々とな。というわけで、やっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、タングザの新商品。見た目も新鮮で、なおかつ、タングザらしい中国色をしっかり出した衣装が印象的な、真っ赤なイヤホン。タングザクシアン NV だ。タングザブランドは、名称変更する前の T フォース時代から、中国の偉人を参考にした名称をイヤホンに与えており、今回も偉人かなと思ってたんだけど、今回は鮮魚が由来なんだとか。パッケージはそんな古代中国の女性をイメージして書かれているけど、キャラクターを前面に押し出した付属品はない。動画でわかる通り、開封時にイヤホンがパッケージ内に脱落していたけど、内部にはしっかりとクッションが引かれていたので、ライトの下にかざしても、ダメージは確認できなかった。ちょっと固定が甘いけど、梱包は問題なしだ。パッケージ内容は、ソフトケース、本体、ケーブル、そしてタングザのオリジナルイヤーピース。このそれと、本体には別の汎用品と思われるイヤピが M サイズのみ付属する。交換用イヤーピースは装着感、音ともに取り回しやすく優秀なので、イヤピの追加出費は不要だ。ケーブルは見た目がゴムゴムしてそうで、タッチノイズがうるさそうに見えるかもしれないが、実際には表面はそこそこ滑るので、そんなに心配しなくって大丈夫。一般的な無酸素導ケーブルなので、ちょっと良いケーブルに組み替えてやると、より澄んだ音色が期待できそうだ。実際、ナイス HCK メイプルを使用したら、明らかに高音域がよく伸びるようになった。ケーブルについてはグレードを上げてもいいかも。タングザのイヤホンは全体的にケーブルを変えると変化が感じられる印象だな。また、付属のイヤーピースには、装着感と傘の高さが大きく変わる、通常版とワイド版の2種類が付属する、装着感や聞こえ方で選ぶと良いぞ。装着感については、大型のダイナミックドライバーを2発搭載するモデルなので、結構でかくてかさばるイメージだったんだけど、実際につけてみると、実はそれほど悪くない。ノズル角と形状が適当なので、そりゃもちろん物理的にでかいドライバーを使用しているので、ある程度でかさは感じるが、疲労感を感じるようなものではない、といった印象だ。イヤーピースを使うと、より程よい装着感になる。イヤーピースのサイズでも結構印象の変わるモデルなので、色々試してみよう。本体はいい塩梅だけど、ちょっと赤が透明感よりも明るさを感じられる調色になっている印象。日本の薄いものなんかを装うための、漆仕上げのお椀みたいな質感のフェイスプレートと、透明度よりも赤の明るさが印象的な透明部分の組み合わせだな。フェイスプレートはシルワンのような質感、と表現したんだけど、その印象をさらに強めるのが、金色の飾り部品だ。中国系なんだけど、どことなく日本系にも近いようなデザインだな。写真からサンプル CG との質感の違いが感じ取れたら嬉しい。何にしろ斬新なデザインだ。というわけで、独創的で、人を選ぶけど引きつけるデザイン、上質なイヤーピース、交換で可能性が広がるケーブル、それから、ソフトポーチのセットが、タングザクサーン NV のパッケージ内容となっている。それじゃあ、音色の方はどうなんだろうか。クサーン NV はインピーダンス低めで、どんな環境にも合わせやすい、ダイナミックドライバーのみのイヤホンだから、変な高周波ノイズとかも、比較的チープな環境でも感じづらく、音量、ノイズともに環境を選びにくいモデルだ。音量の取りやすさは平均的、といったところ、2ピンのフラットケーブルでケーブル交換して色々試せる。このイヤホンのドライバ構成は結構印象的。マルチダイナミックドライバ構成なのは、ここ1年ほど流行ってるので、そこまで新鮮ではないけれど、タングザがトライするものとしては初の、マルチダイナミックドライバ構成となっている。ダイナミックドライバはそれぞれサイズ、振動板素材の異なる3つのドライバが採用されていて、10mm のセラミック振動板ダイナミックドライバと、それから、8mm の PU、LCP 複合振動板、LCP の方はよく聞く、セラミックの方は比較的珍しいな。パッと浮かぶところだと、PGVP の P5 がセラミックだったはずだ。P5 は明るく、低音も強い、元気なサウンドが好きな人には無条件でおすすめできる、ハキハキとした1ダイナミックドライバモデルだった。このハキハキしたサウンドと、LCP 系の複合振動板を組み合わせたクサーン NV のサウンドは、ユニークになりそうで、期待できるところだな。さらに、今回も、ハワイアンバッドボーイ、略して HBB の協力が入ってる。HBB は僕なんかチリみたいな扱いになるレベルの、大きなコミュニティを持つオーディオレビュアーなんだけど、何回か掴んでると、大体の傾向はつかめてくる。高音域は刺さりにくく、全体がウォームで、低音が強め、それでいて、一定の空間表現がある、そんなイヤホンができがち。一方で、この傾向と対立する感触傾向の素材と組み合わせると、化学反応してめちゃくちゃ奥行きのあるサウンドのイヤホンになる場合もある。TRIK とか、このタングザだと、ゼティアン UH デイブ側転全盛基板という、平面駆動イヤホンが発売されたりしたぞ。今回は、セラミックという聞き慣れない素材と、ある意味 HBB の好む特性と掛け算できそうな LCP 系素材の組み合わせ、面白さには期待ができそうだ。
サーン NV のサウンドは、標準状態だと、割とお手本みたいな HBB モデル。それでいて、分離感が残ってる。ケーブルを、より中高音域の見通しが良いものに変えると、カリカリしたスネアドラムのサウンドなんかはしっかりと聞こえつつ、低音の沈み込みがある。そして低音はサブベースよりも、ベース、ミッドベースの方が強め、というか分厚く、残響が残る印象。LCP 複合 8mm が、サブベース帯よりもベース帯を重視したバランスを感じさせるんだけど、セラミック 10mm で、その分厚くしたい場所以外の音、特に高い高音域と特に低い低音域を覆うような印象だ。全体としては HBB が目指すバランスを実現したイヤホンでよくある、中低音域以下は豊かに、高音域は鋭くなく、量としてはそれなりに、そしてリッチなボーカル、という印象。ただし、高音の端と低音の端だけ、どこかドライでストイック、という、音感兼ね備えた、不思議なモデルになっている。とはいえ、これが単純に変なイヤホンなだけで終わっているわけではなく、ボーカルとその周辺にリッチな表現力を、その先には分離感をある程度持たせる。また、ボーカル帯ももちろん、2つのドライバが仕事をするので、ここも奇妙にウォームとドライの入り組んだ複雑なバランスを楽しむことができるぞ。タングザは一部のモデルを除くと、温かみ、厚み、密度、そういったワードが詰まったサウンドなんだけど、今回のクシアン NV は、その時々の、そこは柔らかくなっちゃいけねえんだよな。というポイントに、セラミックダイナミックドライバがニュッとアシストしてくるような印象だ。また、ベースが強化されたイヤホンにありがちな、ベース帯全体がウォームになり、サブベースの像がボケるような瞬間がたまにあるんだけど、クシアン NV はそれも解決している。そこら辺のバランス感覚が、このモデルの優秀なところだと思うな。空間表現は、あるけれど、それほど広くない。ボーカル帯なんかは、かなり近く、最近ドライなモデルも出てきた LCP 系ダイナミックドライバの中でも、割と初期から馬味として知られる、近い、濃い、狭い、のみ要素が感じられるぞ。セラミックダイナミックドライバを使った別メーカーの BGVPP5 は、セラミックと聞いて想像するような高質で伸びやかな音なんだけど、クサーン NV の場合、高質さはそこまで強調されず、また、シェルも樹脂系なので、鋭さも抑えられ、時折人混みの中から冷気が飛んでくるような、そんなバランス感だった。今回はエイジングツールを使用したけど、もしかしたら、鳴らし込んでいくことで、この2つのドライバが馴染んでいくのかもしれない。もし、久しぶりに聞いて印象が変わったら、その時には、もう一度動画を出したいな。と、こんなところだ。2ダイナミックドライバモデルは各社から登場したけど、久しぶりに、新しいことを感じられる1台だった。HBB モデルは、明確なターゲットがあるんだけど、そこに素材の味がうまく噛み合うと、非常に優れたモデルが誕生するコラボレーション。今回は、人を選ぶものの、人によっては手放せない、独特な一台になったぞ。なお、全体のバランスは、どのような曲にも合わせやすいので、君にもめちゃくちゃこのイヤホンが刺さる可能性はある。音感入り混じった不思議な一台、ぜひ、チャレンジしてみてはいかがかな？だいぶ音が優位だけどな。といったところで今回はここまで。